相手の町の人へ射程の外から矢を届ける。騎兵が走ってきたら杭で止める。追い返されたら安い畑と防御網の中で立て直す。今回のイングランドは守るだけの文明じゃない。先に圧力を作り、その前線を自分の陣地へ変えていく文明だ。こんにちは、Vデカヌメです。イングランドを一言で表すなら、圧力を次戦力へ変える文明。領主では長射程のロングボウ、暗黒から深える軍艇、そして町の中心や前哨につながる防御網がある。最初の攻撃が刺されば、そのまま火の外資源を占められる。刺さらなくても安価な畑へ移り、守りやすい食料基盤で土の分を出せる。分かりやすい強みが多いから初心者の最初の文明にも向いている。ただしロングボウを前へ出しすぎると足の遅さが一気に弱点になる。簡単に始められて位置取りを覚えるほど奥が深い。そこが面白い。この文明を使うときは毎回2つの線を意識する。一つはロングボウが安全に撃てる前線、もう一つは町の人が安全に食料を取れる内戦線だ。前線だけ伸ばして内政が止まれば最初の分で終わる。内政だけ守って敵へ触れなければせっかくの射程が働かない。2本同じ速さで前へ進めるのがイングランドの基本になる。まず内政。イングランドの畑は通常より半額で建てられる。さらに見るの影響範囲に置くと領主で 25%、 上司と帝王では 30%、 収集が早くなる。大事なのはゲーム開始直後から畑だけにこもることではない。羊を安全に食べられる間は使い、木に余裕ができたところからビルの周りへファームを足していく。これなら前線へ兵を出しながら食料だけは本陣の近くへ戻せる。帝王ではエンクロージャーを研究すると作業中のファーム1枚が6両ごとに金を1生む。終盤はファームが食料だけでなく重い軍を支える金策にもなる。でもファームを増やす気を使いすぎると兵舎も前哨も遅れる。今欲しいのは次のファームか次の生産施設か。ここは毎試合見る判断だ。目安にするのは軍の生産級。ロングボウを出したいのに気がなく3次街道が止まっているならファームを足す順番ではない。反対に軍が出ているのに羊がつきそうなら食料が切れる前にファームを予約する。畑ボーナスが強いからこそ完成後の数字ではなく建設中に軍が止まらないかを見る。内政投資は払えるかではなく払った直後の戦えるかで決めよう。次はネットワークオブキャッスルズ。敵が近くにいるとき町の中心、前哨と城の周囲ではイングランド軍の攻撃速度が 20% 上がる。つまり前哨は近いと避難場所だけじゃない。ロングボウが有利に地ある範囲を地図の前を押し出す建物でもある。上手でネットワークオブシタデルズを研究すればボーナスは 30% になる。数だけ同じ軍でも自分の防御網の中の火力が変わる。中級者が見たいのは前哨を立てられるかではなくその範囲で次の戦闘が起きるか。敵資源から遠く援軍も届かない場所へ1本だけが出ても気百が孤立する。地帯、退路、増援、この3つがつながる場所へ置こう。ネットワークが発動しているかは戦闘の直前にユニットの状態表示で確認する。同じ丘、同じ森の入り口でも数歩ずれれば範囲の外ということがある。押している時ほど前で過ぎず相手を自分の範囲へ引き込む。そして守るときは町の中心の近くなら絶対安全と決めつけない。正面を受ける部隊と横から回る騎兵を同時に見る。ネットワークは火力を上げるけど包囲された部隊を自動で逃がしてはくれない。主役はロングボウ。領主から出せる敬遠確保兵で射程は7。普通の弓兵より遠くから機銃層の相手と町の人へ圧力をかける。強いのは敵を倒した時だけじゃない。金や木へ近づいて一発撃ち町の人を逃がす。それだけでも最終時間を奪える。町の中心へ踏み込まず外資源を触らせない。これが安全な8カだ。騎兵にはカリングを受ける。突っ込んだ騎兵は 2.5 両止め、領主なら19ダメージ。ただし杭はすでに包囲されたとの万能ボタンではない。敵騎兵が来る方向を先に見てスピアマンの前か撤退路を守る角度に置く。ロングボウは足が遅くオスマンに追いつかれる。敵がステーブルを見せたらもう1体ロングボウを足す前にスピアマン、杭、退路確認。よし、ここは初心者から1段上がる偵察判断だ。操作は全員で1体を狙って撃ったら少し下がる。これを繰り返すだけでも射程の長さを活かしやすい。ただし下がる先に敵騎兵がいれば逆効果。射撃位置を決めるときに次の一歩まで先に決めておく。敵の町の人を1人追いかけて軍全体が町の中心へ吸い込まれるのは危ない。一発撃って逃げられたら別の資源へ移る。倒した数ではなく相手が安全に取れる資源を減らした数で圧力を評価しよう。領主進化は3次街道と小修道院。3次街道は2倍の速さで極弓兵育成所として機能する。ロングボウはここで 5% 安くなり進化完了からすぐ圧力を作りやすい。最初の一戦で文明らしさをつかむならこちらが分かりやすい。小修道院は完成時に無料のキングを自動で準備する。キングは重騎兵として走り戦闘外の味方を回復できる。兵を使い捨てず細かい光線を繰り返す形に向く。女子はホワイトタワーなら前線要塞と高速生産、王宮なら町の中心として働き町の人を1割早く生産する。今すぐ場所を守りたいのか町の人数で先へ伸びたいのか。ランドマークはその質問への答えだ。3次街道は領主だけの建物ではない。
上手ではクロスボウマン、帝王ではハンドクのニアも使えるから、相手が重装を寄せた後も生産拠点として残る。最初のランドマークがそのまま編成変更の入り口になる。召集動員なのはキングの回復を働かせるために壊滅するまで戦わないことが大切。短かったり離れて回復し別の場所へ走る。正面火力を比べるより同じ兵を何度使えるか出口を見る選択だ。ここからは現行パッチの上位者が実際に選んだ序盤を見てみよう。総合上位10人の直近試合からイングランドの候補は6試合、そのうちゲームサマリーを取得できた5試合を開始から10分まで集計した。領主ランドマークは召集動員の5試合中4試合、三次街道は1試合だった。農場は4試合、ロングボウは2試合、全勝は2試合で10分以内に確認できた。ここまでは採用率。次は実際に何がどの順番で出たかを見よう。5試合の資源収集速度中央値は2分で食料225、木0、金野草、4分では食料209、木70、金110だった。これはマスの人の人数ではなくその時点の1分上がり収集速度だ。領主到達は4分40秒から5分23秒で中央値は4分56秒、6分では食料351、木302、金135。進化前の食料と金から進化後は軍、農場、家に使う木へを切り替えている。三次街道を選んだ試合は流れがはっきりしていた。4分55秒に三次街道、5分27秒に兵舎、5分50秒に槍兵、6分2秒にロングボウ、6分18秒に全勝。ロングボウだけを急ぐのではなく騎兵対策と前進地点まで一つ月に作っている。召集動員の4試合はここから3方向へ分かれた。2つ目の街の中心へ進んだ試合は4分39秒に召集動員、5分20秒から農場を増やし6分1秒に街の中心、7分に兵舎、7分16秒から槍兵を追加した。早い女子は2試合、1試合は5分8秒に召集動員、7分58秒にホワイトタワー、8分25秒から騎士、もう1試合は5分23秒に召集動員、5分27秒に全勝、7分54秒に王宮、8分20秒にステーブル、8分58秒から騎士だった。残る1試合は暗黒時代の32秒に兵舎、48秒から軍兵、領主でも軍兵とロングボウを続けた。この試合は敗北しているが1試合だけなのでオーダーの優劣までは断定しない。つまり上位者もロングボウ一様ではない。共通するのは食料と金で領主へ入り進化後に木へ切り替えるところまで。その木を三次街道の圧力、召集動員からの第2のマスの中心、早い助手、領主軍のどこへ使うかが分岐だ。この5試合だけで最善手は決められない。でも初心者が進化前に見る質問は作れる。今すぐ射程で外資源へ触りたいか、それとも兵を生かして次の分岐を広踏もしたいか。暗黒では町の人生産を止めず食料400と金200を目指す。石膏は羊投げで終わらず敵の金、木、そしてステーブルを来そうな場所を見る。三次街道なら建設中にロングボウ、槍兵、家を止めない木を増やす。領主へ入ったら少数のロングボウを敵の外資源へ送り槍兵と全勝で戻れる道を作る。召集動員ならキングを失わずに死体を取り相手の兵と自分の安全を確認する。圧力があるなら軍兵や槍兵、安全なら第2の町の中心か上司進化を検討する。羊が少なければ遠い下やベリーへグリに伸びずミルの周りへファームを早めに足す。敵が騎兵ならバラックスとスピアマン、パリングを優先。敵が本陣へこもるなら前で兵を溶かさずファームと上司資源へ切り替える。両単位のマルアンティより進化資源、軍の木、ファームの木の順で次の不足を見る。この3つとつながれば攻撃が止まっても内政は折れない。練習では2分ごとに3つだけ声に出して確認する。町の人は止まっていないか、軍の生産施設は止まっていないか、敵は次にどの兵を増やすか。資源配分を忘れたらこの3問へ戻る。町の人が止まるなら食料、軍が止まるなら対応資源、敵兵が変わるなら自分も変える。ビルドオーダーを暗記から判断表へ変えると羊や資源配置が違っても立て直しやすい。勝ち筋の基本はロングボウで結束と町の人を狙いスピアマンで騎兵を止める形。相手が10装歩兵を増やしたら女子のクロスボウマンへ移る。同じ遠隔部隊でも相手の防御属性を見て入れ替える。イングランドの軍兵は生産が早く前線を打てる重装として使いやすい。石膏と軍兵は領主以降にキャンプファイアを設置できる。周囲の死体を 30%、 狩猟採集を 10% 上げるので高台や森際の殺敵にも使える。苦手なのは機動力で防御網の外へ引っ張られる展開。前線のロングボウを浮き兵と本陣を荒らす騎兵に分かれると足の遅い軍は両方を守れない。だから勝っている時ほど全軍を前へ出し切らない。本陣の入り口、前線の退路、次の前哨、この3点をつないでから押す。残念、まだ折れてない。戻れる軍はもう一度ネットワークの中で戦える。逆に勝っているのに終わらない試合ではロングボウを増やし続けていないか見る。相手が10層へ移ったのに敬遠角だけを足すと人口は埋まっても仕事が減る。三次街道をクロスボウマン生産へ切り替え前を受ける10層と役割を分ける。終盤のファーム金策も軍の種類を固定するためではない。食料と金が増えたら相手の編成に刺さる高価な兵へ変える余裕として使う。
強い内政は同じ軍を大量に出す力より間違った軍を早く直す力だ。最後に盤面を3枚の図に分けて考えてみよう。1問目、最初のロングボウが敵の金へ届いた。町の中心の近くまで追うべきか。答えは追わない。町の人を金から離した時点で仕事はできている。次の外資源へ移ろう。2問目、敵のホスマンが見えた。ロングボウをさらに増やすべきか。答えは一旦止める。スピアマン、カリング、戻る道。この3つを巣の上で先に置く。3問目、最初の攻撃が止まり相手が本陣へこもった。次もロングボウだけで押すべきか。答えは押し込まない。ファーム移り、防御網をつなぎ、上司資源か別兵士へ進む。この3問に共通するのは倒した数ではなく次のでは残っているかを見ること。砦要と一緒に図をたどって次の一斉判断の順番を持ち帰ろう。イングランドで最初に覚えるのは3つ。ロングボウは町の中心ではなく外資源を狙う。騎兵を見たら追加生産よりスピアマン、クイ、退路。攻撃が止まったら安いファームと防御網でリハメを作る。守りが強いから攻められる。攻めた場所を次の陣地にできる。この感覚が好きならイングランドはかなり相性がいい。以上、砦要でした。次の一戦ではロングボウの数より戻れる道を1本残してみよう。